私は日本で働くために毎日日本語を勉強しています。私は将来日本で働けるように毎日日本語を勉強しています。ために、ように、何が違うの？皆さんこんにちは、ともみです。今日は皆さんがよく迷ってしまうためにとようにについて説明します。その前に皆さん、このアニメを見たことがありますか？これは早々のフリーレンというアニメで、このアニメの中でイメージできないものは魔法では実現できないと言っていたんですが、言語の勉強も同じだなぁと思いました。このアニメの中の魔法のように、言葉もイメージできれば、その使っている場面のイメージができれば使えるようになるし、その場面が全然イメージできなければ使えないと思います。ですから今回のこの動画がためにとようにの使い方のイメージをつかむ一つのきっかけになればいいなと思っています。まずためにという文法について説明します。ためには動詞の辞書形プラスために、または名詞プラスのためにという形で使います。何かを目的として行動するという意味です。自分の意思を表現する文法ですから、行く、買う、するなどの動詞と一緒に使います。このようなイメージです。意思が大切な文法ですから、花が咲くとかドアが開くなどの意思がない自動詞や可能形は使えません。では例を見ましょう。私は医者になるために大学で一生懸命勉強していますとか、家を買うためにお金を貯めていますなど、このように使います。はっきりした目的のために行動すると言いたいときに使う文法です。漫画の中で分かりやすい例を見つけました。こちらです。ワンピースです。皆さん一回は聞いたり見たりしたことがあるでしょうか？はい。この漫画の中で主人公のルフィは海賊王になると言って海賊王になるために冒険を始めました。実際にこの漫画のちょうど1巻、こちらの1巻の中で他の人が絶対に海賊王になるのは無理ですと言った時、この主人公のルフィはなれるかなれないかじゃない、なるんだと言っていました。彼は他の人が無理だと言っても難しくても絶対にするという強い意志を持っています。このように強い意志があるときやはっきりとした目的があるときはこの文法を使います。それから名詞プラスのためにの場合は、誰々の役に立ちたいとか、何々の幸せを願って何かをするという気持ちも含まれています。例えば、今日は家族のために私が夜ご飯を作りますとか、この漫画のワンピースのように仲間のために頑張るとか、子供のためにお弁当を作りましたなど、このように使います。では次はようにです。ようにという文法には絶対に目的を達成する、実現するという強い意志があまりありませんから、使う動詞も行く、買うなどではなくて、行けるといいな、買えるといいな、花が咲くといいななどの可能動詞や意思がない動詞を使います。それから内形と一緒に使います。意味はこの文法も
何か目的があって行動するという意味です。例えば、日本語の勉強を始めたばかりの人でもわかるように、簡単な日本語で説明します。とか、子供が嫌いな野菜を食べられるように、できるだけ野菜を小さく切って料理に入れています。とか、雨の日は電車に遅れないように30分早く家を出ます。などです。このように、このようにという文法には、ためにのような強い意志はありません。そうなったらいいな、そうなったら嬉しいなという願いを込めて使う文法です。このようなイメージです。はい。では、今日の動画の最初に出てきた2つの文章についてもう一度確認しましょう。1つ目は、将来日本で働くために毎日勉強していますという文章でした。これは、ためにを使っているので、強い意志を持って日本で働くことを目的にして頑張っていますという意味の文章です。2つ目の、将来日本で働けるように勉強しています。この文章はようにを使っているので、働けたらいいなぁと願って勉強していますという意味の文章です。少しニュアンスが違いますよね。このニュアンスの違いがつかめると、ためにとようにをうまく使えるようになると思います。これからも繰り返して練習して使えるようになりましょう。はい、ここからは練習問題です。もっとたくさん練習して、このニュアンスの違いをつかみましょう。では、始めましょう。では、1番と2番は、ためにかようにを選んでください。では、もう少し時間が欲しい人は、ここで動画を止めて考えてください。では、答えを見ます。1番、きれいな花が咲くように毎日水をあげたり話しかけたりしています。きれいな花が咲くように毎日水をあげたり話しかけたりしています。皆さんは花などの植物を育てていますか？育てるときに今日もきれいだねとか大きくなってねと話しかけると、普通の花よりももっと綺麗になるという噂があります。皆さんは花に話しかけていますか？私は今花や植物を育てていませんが、もし家に花があったら話しかけたいなと思います。はい、では2番。マラソン大会で勝つために毎日走っています。マラソン大会で勝つために毎日走っています。はい、このうさぎのイラストを見てください。すごく勝ちたいという気持ちが強そうですね。目が燃えています。皆さんは今何かのために頑張っていることはありますか？もしあったらコメントでぜひ教えてください。3番4番は括弧の中の漢字から始まる日本語を考えてください。はい。ではもう少し時間が欲しい人はここでまた動画を止めて考えてください。では3番の答えを見ます。街の環境を守るために時々友達とゴミを拾います。街の環境を守るために時々友達とゴミを拾います。私は子供の時、学校の授業やボランティアで友達とみんなでゴミを拾ったことがあります。皆さんが子供の時は街のゴミを拾ったりしたことがありますか？はい、では次は4番です。アイドルに会うために東京に行く予定です。アイドルに会うために東京に行く予定です。皆さんはこのイラストの女性のように
すごく応援しているアイドルグループや好きな人がいますか？私はそこまで好きな歌手やアイドルがいないので、このイラストの女性のようにそのアイドルに会うためにどこかに行ったりコンサートに行ったりする人たちはちょっと羨ましいなと思います。はい、では次は5番6番です。5番は括弧の中の漢字から始まる言葉を考えてください。6番は括弧の中に入る正しい答えを1番から4番の中から選んでください。はい。ではまた考えたい人はここで動画を止めてください。では答えを見ます。日焼けを防ぐために夏でも冬でも日焼け止めを塗ります。日焼けを防ぐために夏でも冬でも日焼け止めを塗ります。皆さんはどうですか？夏でも冬でも関係なく日焼け止めを毎日塗りますか？私はいつもうっかり忘れてしまいますので、夏でも塗らないことがあります。はい、では6番です。牛乳を買うためにスーパーに行ったのに、うっかり違うものを買ってしまいました。牛乳を買うためにスーパーに行ったのに、うっかり違うものを買ってしまいました。はい、こんな経験が皆さんもあるんじゃないでしょうか。私は時々あります。まさにこの牛乳です。いつも牛乳を買おうと思ってコンビニに行ったりスーパーに行ったりしますが、うっかり忘れて全然違うものを買ってしまうことがよくあります。では次はようにの練習問題です。7番8番は括弧の中の言葉から始まる日本語を考えてください。はい、ではもう少し時間が欲しい人はここで止めてください。答えを見ます。風邪をひかないように家に帰ったらすぐ手を洗います。風邪をひかないように家に帰ったらすぐ手を洗います。最近まだ風邪が流行っていますけど、皆さん家に帰ったらすぐ手を洗っていますか？私は毎日風邪をひかないように家に帰ったらすぐ手を洗っています。内形を使う時のないようにという時は気をつけてという、願ってという意味もあるんですけど、気をつけてというニュアンスもこの中に入ります。はい、では8番です。英語をもっと上手に話せるように毎日練習しています。英語をもっと上手に話せるように毎日練習しています。これは私の理想です。私は去年も一昨年も英語をもっと上手に話せるようになりたいな、話せるように毎日勉強しようと思っているんですが、全然勉強していません。ですからどんどん忘れています。皆さんは日本語を忘れないようにできるだけ毎日少しでも練習してください。では次は9番と10番です。9番と10番は括弧の中に入る答えを1番から4番の中から選んでください。はい、ではもう少し時間が欲しい人はここで動画を止めて考えてください。では9番の答えを見ましょう。ぐっすり眠れるように寝る前にストレッチをします。ぐっすり眠れるように寝る前にストレッチをします。はい、これも今日はよく眠れるといいな、深く眠れるといいなと願って寝る前にストレッチをしますという意味ですね。私は毎日できるだけぐっすり眠れるように寝る前にストレッチをしています。はい、では10番です。今年は行けなかったけど、来年こそヨーロッパに行けるように頑張ってお金を貯めます。
今年は行けなかったけど、来年こそヨーロッパに行けるように頑張ってお金を貯めます。この男性も強い目的ではなくて、行けたらいいな、行けたら嬉しいなと願ってお金を貯めると言っています。皆さんは今年か来年行きたい場所はありますか？私は行きたい場所がたくさんありますけど、できたら今年は沖縄や台湾や北海道に行けるように頑張って仕事をします。はい、では今日はここまでです。今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。お疲れ様でした。